己の死すら金で買うフラガ一族の歴史。機動戦士ガンダムシードシリーズに登場するフラガ一族とは、アルダ・フラガとその血縁者であるムーラ・フラガ、そしてアルのクローンであるラウレ・クルーズとその二次コピーとなるレイザ・バレルが登場しています。フラガ一族は代々高い認識能力を有しているのが特徴で、作中ではムー、ラウ、レイがそれぞれ無線式誘導兵器を巧みに操る描写が見られました。今回はそんなフラガ一族について解説させていただきます。まず小説版によると、フラガ家は直感的に先を読む能力に長けていることから、その能力を用いて投資で莫大な資産を得ていた一族とされています。アルはそんなフラガ家当主で、全ての元凶とも呼べる人物となっています。人格面で相当問題があったようで、妻とは不仲であり、ラウからは己の死すら金で買えると思い上がった愚か者、ムーからは傲慢、横暴、疑り深いと散々な言われを受けていました。設定画でも常に険しい顔つきをしており、威圧的な様子が伺えます。そんなアルの息子として、コズミックイラ43年11月29日にムーラ・フラガは生を受けます。上流階級の生まれであるものの、母親の教育方針から使用人の子供たちとも分け隔てなく遊ぶ偏見のない人物として育ちました。しかし母親と教育方針の違いから険悪な関係となっていた父からは、あんな女の子供やあのバカと呼ばれ疎まれており、そんな父親をムーも嫌っていたようです。ただアニメ42話に登場する写真では、幼少期のムーを肩車し笑顔を見せるアルの姿が描かれていることから、ある時期まで2人の関係は良好だったことが伺えます。しかし幼少期に起きた屋敷の火事で父と母を失った後、詳しい経緯は不明ですが、ムーは連合軍へと入隊します。フラガ家に受け継がれる先読みの能力を高い空間認識能力として生かしたことで、モビルアーマー乗りとして名を馳せていき、テレビ本編より前の出来事となる第一次連合プラント対戦開戦初期に行われたグリマルディ戦線では、陣5機を撃墜する多大な戦果を挙げ、エンデュミオンの鷹の異名で呼ばれるようになりました。ただムーを英雄として担ぎ上げる動きは、グリマルディ戦線での惨敗を隠そうとする連合軍上層部の一行もあったため、ムーは自身の異名をよく思ってはいないようです。そしてコズミックイラ71年1月25日、連合が開発した G 兵器のパイロットを乗せた輸送艦の護衛としてヘリオポリスを訪れますが、クルーゼ隊の襲撃により部下と上官を失ってしまいました。そのためヘリオポリス内で遭遇したアークエンジェルに乗艦し、以後アークエンジェル所属のパイロットとして戦っていくことになります。俺は不可能を可能にする男だぜ。一方実子であるムーの他にもアルの血を受け継いだ存在がいました。それがアルのクローンとして生み出されたラウル・クルーズです。アルは仲の悪い妻の影響を受けて育ったムーをよく思っていなかったことから、ムーに家督を継がせることを嫌っていました。そこでアルは自分の才能を受け継いだクローンを作り出し、後継ぎにすることを考えます。そして当時遺伝子研究の専門家として知られていたユーレン響に研究資金を提供することを条件として禁止されていたクローン生成を依頼しました。こうしてアルのクローン体であるラウラ・フラガが誕生し、後継として英才教育が施されますが、クローンがゆえに老化が早く寿命が短いと知ったアルはラウを見限り再びムーに家督を継がせることにします。これを憎んだラウは報復としてフラガの屋敷へ火を放ち、アルを殺害しました。その後詳細な動向は描かれていませんが、ラウル・クルーゼと名乗ってザフト軍の前身組織である行動同盟に入隊します。アルが遺伝子操作のされていないナチュラルなので、クローンであるラウもナチュラルではあるものの、ザフト軍設立後にはエリートである赤服に昇格し、世界中攻防戦ではモビルアーマー37機、戦艦6隻を撃破するという多大な戦果を挙げ、レビュラ勲章も授与されています。またこの頃にシードデスティニーにてプラント最高評議会議長となるギルバート・デュランダルや、自身と同じくアルのクローンであるレイザバレルとも出会っています。なおラウは老化や短命という問題に対処するため頻繁に薬を飲む必要があり、さらにシード作中では常に仮面をかぶっていて、これは老化した素顔を隠すためのものとされていますが、シードデスティニー内のデュランダルの回想ではレイと出会った頃には仮面を着用していたものの、その後デュランダルと会話するシーンでは
素顔を見せていることから、ザフト入隊後、世界樹攻防戦の間までに着用し始めたようです。ラウの素顔に関しては、アニメ版では、シードデスティニーでの回想シーンで若く見える素顔全体が少し描写された程度ですが、小説版ではシード作中の24歳時点で、ラウの素顔は、すでに老人のものになっていることが明かされています。赤服になったラウは、その後コズミックイラ70年5月3日から行われたグリマルディ作戦にも参加。この戦闘で初めて、メビウスゼロに登場したムーと交戦し、以後長きにわたる因縁の存在となります。また、グリマルディ戦線での戦果を認められ、特別任務を担当するクルーズ隊の隊長に任命されたラウは、連合軍が開発した G 兵器の情報をつかみ、ヘリオポリスへと進行することになります。私がお前を感じるように、お前も私を感じるのか。不幸な祝宴だな、ムーラフラガ。こうして、シードの物語が進む中、アークエンジェル登場後のムーは、持ち前の明るい性格からムードメーカー的役割を果たしながら、戦闘経験の少ない兵士と一般人ばかりの戦内で、冷静な判断を下せる、数少ない軍人として立ち回っていきます。また、戦いを好む性格ではないがゆえに、精神面で不安のあったキラに対して、兄貴分として、戦場での心構えを解き、導いていきました。パイロットとしては、主に、ストライクのサポートとして活躍し、宇宙では、メビウスゼロで、G 兵器相手に互角以上に奮闘。地球では、スカイグラスパーに登場して戦い、最終的に、バスターと相打ちにまで持ち込んでいます。アラスカ基地到着後は、士官学校教官職への転属命令を受けて、一度は艦を離れますが、ザフトがアラスカ基地を侵攻してきたので、アークエンジェルへ戻り、乗員たちと共に連合軍から脱走します。そして、アークエンジェルがオーブへ身を寄せた際に、モルゲン・レーテが修復していたストライクのパイロットになりました。当初は、キラと操縦訓練を行う際に、僕とやるのは早すぎると生意気を言われていましたが、テレビ版では、連合によるオーブ侵攻作戦の際にはエールストライクで出撃。リマスター版ではマルチプルアサルトストライカー装備で出撃し、キラが苦戦した3バカの一機であるカラミティと互角に渡り合っています。その後、オーブ軍と共に宇宙へ上がり、コロニーメンデルに寄港した際、再びラウと交戦しますが、ランチャー装備の不利もあって機体は中破。しかし、ラウも介入してきたキラに撃墜されたため、機体から降りて、研究所跡の中へ向かいました。そこで、ヌーは、ラウが、自分の父親のクローンであること、世界を憎む理由を告げられます。因縁の相手でありながら、ラウの過酷な生い立ちと、父の行った所業に思うところがあったようで、艦に戻った後も、動揺を隠せずにいました。それでも世界を滅ぼそうとするラウの思惑は看過できず、最終決戦となるヤキンドゥエ攻防戦にも出撃し、ラウノカルプロビデンスと交戦。しかし、ドラグーンによるオールレンジ攻撃に手も足も出ず、ストライクは中破。アークエンジェルへ帰投しようとしますが、その隙を狙ってドミニオンから発射されたローエングリンから艦を守るため、ストライクで盾となり爆散。消息不明となりました。なお、テレビ版では、ストライク爆散後、宇宙に漂うムーのヘルメットが描かれていますが、スペシャルエディションやリマスター版では、この描写は削除され、大破したストライクが映るのみに変更されました。一方、ラウは、ヘリオポリスでの戦闘後、アークエンジェルとストライクを脅威と判断し、アスランたちを率いて追撃。何度もアークエンジェルを追い詰めますが、地球への降下を許してしまいました。それに合わせて、クルーゼ隊も地球へ降下しますが、連合軍本部アラスカ基地攻略作戦、オペレーションスピットブレイクの準備で手が回らなかったため、アークエンジェルの追撃はアスランたちに任せます。その裏で、自身は、スピットブレイク作戦の情報を連合本部に流すなど暗躍し、戦争の泥沼化を図っていました。その後、本国へ帰投してからは、奪取されたエターナル追撃の命を受けて出撃し、コロニーメンデルで、ムーやキラと交戦した際に、自身の境遇と世界への憎しみを吐き出しました。艦に戻った後は、秘密裏に入手していたニュートロンジャマーキャンセラーの情報を、アラスカで拉致して捕虜としていたフレイ・アルスターに託して、脱出用ポッドで射出しました。このラウの行動に関して、公式ガイドブック3の福田監督インタビューによると、人類を滅ぼしたい自分とそうしたくない自分が存在しており、世界を破滅させるかどうか決めかねていたので、人知を超えたところに判断を委ねたとされています。結果的にデータは
ムルターズラエルの元に渡ったことで、滅ぼすか滅ぼされるかの泥沼の戦いへと向かいました。そして最終決戦である第2次ヤキンドゥエ攻防戦では、ラウもプロビデンスに登場して出撃。ドラグーンを巧みに操り、ストライクやバスターなどを次々に撃墜し、フリーダム相手にも終始優勢に立ち回っていました。しかし、フレイを失い、危機迫る勢いで戦うフリーダムに徐々に押され、最終的にはビームサーベルで貫かれて敗北。同時に発射されたジェネシスの光の中に消えていきました。この際、ラウは安堵のような表情を浮かべますが、ラウは戦いながらキラが自分を止められるかというゲームに興じていた側面があり、最後の笑みはキラが自分を止めたことへの納得や安堵によるものとされています。もう誰にも止められはしないさ。この宇宙を覆う憎しみの渦はな。こうしてフラガ一族はついえたかのように思えましたが、コズミックイラ73年、シードデスティニーの作中では、記憶を失ったムーであるネオロアノークと、もう一人のアルのクローン、レイザバレルが登場しました。ネオは、新たな人格を植え付けられ、ファントムペインを率いて、ザフトと戦いを繰り広げます。ステラを返してもらった代わりに、戦争のないところへ送ることをシンに約束するも、ステラをデストロイに乗せて攻撃を行い、ウィンダムで出撃したネオは、フリーダムに撃破されてアークエンジェルに収容されます。その後、アークエンジェルの一員として戦うことになり、不可能を可能にして記憶を取り戻しました。レイに関しては、まず年齢は不明とされていますが、レイは、アルではなく、ラウのコピーとされていること、幼いレイを赤服のラウが保護するような描写があること、この時のラウは赤服なので、ザフト設立後、つまりコズミックイラ65年頃と考えると、レイは14歳前後で、16歳であるシンよりも若干若いものの、老化の問題によって同い年くらいに見えると考えることもできそうです。レイは、ラウに保護された後、ディランダルの元へ引き取られました。自身を助け出してくれた2人のことを慕っており、特に家族のような存在であるディランダルがいたことで順調に成長し、ザフトの士官アカデミーへと進学。シン・アスカやルママリア・ホークと同級生となり、交流を深めます。しかし、レイがシンに近づいた理由については、シンを監視するためだったと、レイの声優を担当した関俊彦氏は語っており、小説版では、明確に、ディランダルの剣とするため、シンを利用しようとしていたことが描かれています。アカデミーでは、優秀な成績を残し、エリートの証である赤服を与えられて、卒業後は心臓艦ミネルヴァへ配属されました。こうして始まったシードデスティニーのテレビ本編では、ザク・ファントムに登場し、主に、ブレイズ・ウィザード装備で戦っていくことになります。アーモリー1を襲撃され、アビス、カオス、ガイアを奪取されたことから、ミネルヴァは、ファントムペインの追撃任務に当たりました。レイは、冷静で的確な判断力を持つことから、アスランが隊長着任するまでは、モビルスーツ部隊の指揮をすることもありました。地球降下後、ロドニアの地球連合の研究所を調査した際には、連合のエクステンデッド研究の後を見て、自身の過去を想起して苦しむ場面も見られました。その後、ミネルヴァの捕虜にしたステラルーシェを逃がそうとするシンをサポートします。小説版によると、シンからの信用を得ようとする魂胆と同時に、どんな命でも生きられるなら生きたいだろうと、ステラの境遇を憂う気持ちもありました。これ以降は、シンに肩入れすることが多くなり、ステラの仇となったフリーダムを倒すべく、共にデータ分析を行ったりしています。しかし、シンとアスランが揉める中、レイも戦いに迷うアスランを、ディランダルの反抗分子とみなすようになりました。そして、ジブラルタル基地にてアスランが、自分たちの目指す世界の障害になり得ることをデュランダルに報告。アスランが、メイリンホークと共に、グフイグナイテッドを奪って脱走したため、レジェンドに登場し、シンと共にアスランを追撃しました。その後、ヘブンズベース戦での活躍もあって、シンと共にフェイスへと任命されてからは、シンをディランダルの提唱するデスティニープランの同志へ引き入れるために働きかけていきます。その際自身がクローンであることも明かし、長くは生きられない自分の代わりにデュランダルの作る世界を守る役割を託しました。そして、最終決戦となったメサイア攻防戦では、ラウの仇であるキラと交戦し、自身をラウル・クルーゼと名乗り、キラを倒そうとしますが、キラの言葉に動揺した隙を突かれて撃ち抜かれ、機体は大破します。そして、大破した機体でカラクのメサイアにたどり着いた後は、ディランダルと相まみえるキラの背後に回り、銃口を向けます。しかし、
キラの言葉に心を動かされ、キラではなくデュランダルを撃ちます。そしてメサイアが崩壊する中、デュランダルの元へ駆けつけたタリアに抱きしめられながら炎の中に消えていきました。なおこの時レイはお母さんと言っていますが、この言葉の真相は明かされていません。レイがデュランダルに引き取られた時、デュランダルがタリアと付き合っていたとすると、レイは幼い頃タリアとも家族同然の交流があったと考えることができるので、家族の愛情を感じたと解釈するのがいいのかもしれません。生きているということはそれだけで価値がある、明日があるということだからな。フラガ一族はレイだけは媒体によっては曖昧にされているものの、3人ともナチュラルでありながらコーディネーターにも勝るほど能力が高い人物たちとされています。特にラウやレイはナチュラルである身分を隠し、コーディネーターたちが集うザフト軍内でエースパイロットの地位まで上り詰めていました。これはフラガ一族の先読み能力の恩恵が大きいようで、小説版ではコーディネーターと同等の高い反射神経を持ち、直感で敵の攻撃を読むことさえ可能となるとされています。また当初は一般的ではなかった無線誘導兵器を巧みに扱う様子を見せたのはムーとラウのみとなっています。特にラウに関しては福田監督曰く、死に物狂いの努力でザフトのエースになった人物とされているので、フラガ一族はある意味進化し続ける天才と言えるのかもしれません。またフラガ一族同士が戦場でお互いの存在を感知した時にはキュピーンという演出がなされます。宇宙世紀シリーズにおけるニュータイプの官能演出に似ていますが、特にこの演出に関する説明は出ておらず、シード作中ではフラガ一族の先読み能力の描写と解釈できそうでしたが、シードデスティニーではキラがネオの存在を感じた時やドラグーンを操る際にも同じ演出が現れたため、フラガ一族固有の能力というわけでもなさそうです。ただしアルはクローン生成のために幽連に遺伝子提供をしているはずなので、キラにフラガ一家の遺伝子を参考に先読み能力も付与していた可能性もありそうです。余談ですが、劇場版シードフリーダムにはオーブ五大氏族と思われる服装のトウやマシマが登場します。どう見てもアルかラウかムーにしか見えない容姿と見た毛に合わないサイズの服を着ていることから、中身は大人のクローンのようにも見えます。アルがクローンを生み出した経緯を考えると、アルの3人目のクローンがいてもおかしくなさそうです。またファウンデーションのアウラの研究テーマはコーディネーターを超える種を作り出すことというのが判明したので、まさしくクルーゼの言葉通りの世界へと進んでいるのではないでしょうか。これが人の夢、人の望み、人の業。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ。競い、妬み、憎んで、その身を食い合う。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。